皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、科学技術が発達したとしても、他国と問題を抱えた国が、戦争を引き起こしてしまう可能性について考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。科学技術の進化が進む中で、一部の国が特定の問題に直面し、それが戦争の引き金となる可能性は存在します。以下に、その可能性を考えてみましょう。資源の争奪。資源の争奪は、国々がエネルギー、水、食料、鉱物などの重要な資源をめぐって発生する競争や対立のことを指します。これは、現代の国際関係や地域間の緊張を引き起こす重要な要因となっています。まず、エネルギー資源に関する争奪が挙げられます。世界中の国々は、経済成長や産業の発展に必要なエネルギーを確保するために、石油や天然ガスなどの化石燃料を求めて競争しています。これらのエネルギー資源は国の発展に不可欠であり、供給の確保が国家の安全保障にも関わってきます。そのため、これらの資源の支配権をめぐる争いが発生しやすいのです。水資源もまた重要な対象となっています。地球上の一部の地域では水不足が深刻化しており、人口の増加や気候変動が原因で水の需要が増大しています。これにより、河川や湖、地下水などの水源に対する争奪が激化しています。国々は水の供給源を保護し、安定的に確保するために競い合っています。食料に関する争奪も重要なテーマです。世界中で食料生産の不均衡があり、一部の国では食料不足が懸念されています。土地の肥沃さや気候条件が食料生産に影響を与えるため、これらの要因を有する地域は他国からの関心を引きます。また、国際市場での食料価格の変動も食料に対する国家間の争奪を促進する要因となります。鉱物資源も資源争奪の焦点となっています。レアアースや重要な金属など、先端技術や製造業に不可欠な鉱物が一部の国や地域で集中しています。これらの鉱物は通信機器や再生可能エネルギー技術などに必須であり、これを確保することが国の競争力を左右します。そのため、これらの鉱物資源の取得をめぐって国際的な対立が生じることがあります。資源の争奪は地域や国際的な安全保障の懸念を引き起こし、時に武力紛争に発展することがあります。このような状況では、国際社会が持続可能な資源管理や公平な分配に向けて協力し、対話や交渉を通じて紛争を解決することが喫緊の課題とされています。政治的な対立。経済的な緊張は、国々や地域間で経済的な要因に起因する対立や競争が激化する状況を指します。これは、貿易戦争や経済制裁などが一般的に見られ、国際社会の安定に影響を与える重要なテーマとなっています。まず、貿易戦争が経済的な緊張を引き起こす一因です。国々は輸出入によって経済を成り立たせており、競争力を高めるために貿易摩擦が生じることがあります。通常は貿易は相互補完的であるべきですが、時には特定の産業や商品に対する保護主義が優先され、関税の引き上げや輸入制限が行われることがあります。これにより、国と国との経済的な対立が激化し、相互の経済に打撃を与える可能性が生まれます。また、経済制裁も経済的な緊張を引き起こす手法となります。
国際社会は時折、ある国が国際的なルールや人権に反して行動する場合に、その国に対して経済制裁を科すことがあります。これには貿易の制限や資産凍結などが含まれ、非制裁国はこれに対抗するために反発することがあります。経済制裁はしばしば政治的な問題にも結びつき、国と国との対立が経済に波及しやすい状況を作り出します。通貨の問題も経済的な緊張の要因となります。為替レートの操作や通貨の切り下げなど、経済競争の中で国が通貨政策を用いて他国との差別化を図ることがあります。これにより、相手国との通商バランスが崩れ、経済的な不均衡が生じることがあります。通貨問題は国際的な金融市場にも影響を与え、経済的な緊張を引き起こすことがあります。経済的な緊張が激化すると、国際社会全体の安定に悪影響を及ぼす可能性があります。協力と対話を通じて問題を解決し、相互理解を深めることが求められます。経済の発展は国際的な安定と相互依存性に基づいており、持続可能な経済関係を築くことが平和で繁栄する国際社会の構築に不可欠です。イデオロギーの対立。イデオロギーの対立は、政治や社会において異なる信念や価値観が衝突し、対立が生じる状況を指します。これは国内だけでなく、国家間や国際的な関係においても発生し、歴史的に重要な出来事を引き起こしてきました。まず、政治的なイデオロギーの対立が挙げられます。例えば、共産主義と資本主義の対立が冷戦期に世界を二分する一因となりました。これは経済制度や社会構造における根本的な違いによるもので、共産主義国家と資本主義国家がそれぞれ異なる価値観や社会体制を採用していたためです。このようなイデオロギーの対立は冷戦終結後も続き、今日でも国際政治に影響を与えています。宗教的なイデオロギーの対立も一般的です。異なる宗教や信仰体系を持つ国々が対立することがあり、これが紛争や戦争の原因となることがあります。宗教的な信念が政治や社会構造に影響を与える国々では、異なる宗教観を持つ者同士が対立しやすくなります。イデオロギーの対立はまた、民主主義と独裁主義のような政治体制においても発生します。自由な市場経済を重視する国と、社会主義的な政策を取る国、個人の権利と集団の権威を重視する国といったように、政治的な価値観や体制に関する違いが対立を引き起こすことがあります。これにより、民主主義と人権を尊重する国と、権威主義的な政権を持つ国との対立が生じることがあります。また、社会的なイデオロギーの対立も大きな要因となります。ジェンダーや人種、性的指向に関する平等や差別撤廃の問題が社会において対立を引き起こすことがあります。異なる社会的背景や文化に根ざした価値観の対立が国内外で葛藤を生むことがあります。このようなイデオロギーの対立は国家間の対話や協力を難しくし、時には緊張や紛争の原因となります。しかし、相互理解や対話を通じて異なるイデオロギーを持つ者同士が共存し、協力する道も存在します。国際社会においては、異なるイデオロギーを持つ国々が共通の価値や利益を見出し、平和的な協力体制を築くことが求められています。領土の問題。領土の問題は、国々や地域が自らの領土の所有権に関して対立や紛争が生じる状況を指します。これは歴史的な経緯や文化的要因、地理的な要素が絡み合い、時には国際法や国際的な認識とも絡み合っています。領土問題が生じると、地域の不安定化や国家間の緊張が高まり、紛争の可能性が増します。まず、歴史的な経緯が領土の問題に影響を与えることがあります。
国境線や領土の形成には、歴史的な出来事や植民地時代の影響が大きく関わっています。歴史的な経緯において異なる国や民族が同一の地域に領有権を主張することがあり、これが後の領土問題の発端となることがあります。文化的な要素も領土問題に絡む重要な要因です。異なる文化や言語を持つ地域が境界線を形成する場合、それが後の領土問題を引き起こすことがあります。異なる文化が同一の地域に住む場合、それが国家や地域のアイデンティティに影響を与え、領土にまつわる主張が起こりやすくなります。地理的な要素も領土問題において重要です。特に自然資源が豊富な地域や戦略的に重要な場所は、国々がその領有権をめぐって競り合う対象となります。海洋の領土問題では、沿岸国同士が領海や排他的経済水域をめぐって対立することがあり、これが国際的な緊張を引き起こすこともあります。国際法や国際的な認識も領土問題において影響を与えます。国境線や領有権に関する合意や国際協定が存在する場合、それに基づいて紛争が解決されることが期待されます。しかし、異なる国家や地域の法的な枠組みや歴史的な合意が一致しない場合、領土問題は解決が難しくなります。領土問題はしばしば国内外の緊張を引き起こし、武力紛争や外交的な葛藤に発展することがあります。しかし、国際社会では、対話や仲介、国際的な法的手続きを通じて、紛争解決に取り組む努力が重要です。相互理解や協力を促進し、紛争を平和的に解決することが、国際的な安定と協力の鍵となります。テクノロジーの利用と競争。テクノロジーの利用と競争は、現代社会において急速に進展している重要なトピックの一つです。これは新たな技術の開発や導入が産業や経済、国家間の力関係に大きな影響を与えることから生じる複雑な現象であり、国際的な競争が激化する要因となっています。まず、テクノロジーの利用と競争が顕著な分野の一つが情報技術です。インターネット、クラウドコンピューティング、人工知能 AI、大規模データ処理などの技術が急速に進化し、これが経済や社会の基盤を変革しています。企業や国家はこれらの技術を取り入れ、競争力を向上させることで、市場や国際的な地位を確立しようとしています。また、テクノロジーの進化は、産業分野においても大きな影響を与えています。自動車産業では電気自動車や自動運転技術の開発が進み、エネルギー分野では再生可能エネルギーやスマートグリッドの導入が進行しています。これらの技術の普及は、企業や国が環境への負荷を軽減し、競争上の優位性を築く手段となっています。国家間の競争においても、テクノロジーが中心的な位置を占めています。特に、サイバー空間や宇宙領域での競争が激化しています。サイバーセキュリティやサイバー攻撃の技術、宇宙開発技術や宇宙探査への投資が国家の安全保障や国際的な地位向上に直結しているためです。これにより、国家はテクノロジーの先進性を維持し、研究開発への投資や産業基盤の構築に注力しています。一方で、テクノロジーの利用と競争は新たな課題や懸念も引き起こしています。例えば、プライバシーの侵害や個人情報の漏洩、AI による労働市場への影響、サイバー攻撃によるセキュリティリスクなどが挙げられます。国際社会では、これらの課題に対処するための法的枠組みや国際的な規制の必要性が議論されています。また、技術の普及にはデジタル格差といった新たな社会的課題も伴います。一部の地域や社会がテクノロジーの恩恵を享受できる一方で、他の地域や社会が取り残されるといった問題が生じ、不均衡な発展が懸念されています。
このように、テクノロジーの利用と競争は多岐にわたる領域に影響を与えており、国際社会全体がこれらの変化に対応するためには、協力と調整が求められています。テクノロジーは世界をつなぎ、同時に新たな課題を生み出す力を持っており、そのバランスを取るためには国際協力と倫理的な枠組みの構築が欠かせません。テクノロジーの利用と競争は、現代社会において複雑な影響を与えています。情報技術の進化や産業の変革は、経済や社会構造を変え、企業や国家が競争の中で優位性を築く手段となっています。特に、情報技術、自動車産業、エネルギー分野などでのテクノロジーの進化は、企業や国の競争力向上に寄与しています。国家間の競争においては、サイバーセキュリティや宇宙開発などの領域で技術の進歩が緊迫感を増しています。これらの分野でのリーダーシップは、国家の安全保障や国際的な地位に直結し、技術の先進性を保つためには、研究開発や投資が重要とされています。しかし、テクノロジーの進化は新たな課題も引き起こしています。プライバシーの懸念、デジタル格差、労働市場の変容などが挙げられ、これらに対処するための法的枠組みや国際協力の必要性が議論されています。また、技術の進化が社会に与える影響に対する倫理的な考慮も求められています。国際社会はテクノロジーの進化に対応するために協力と調整が不可欠です。技術の利用と競争は国際的な緊張を引き起こす一方で、共通の課題に対しては協力して解決する必要があります。テクノロジーの力を活かしつつ、持続可能な発展や倫理的な基準の確立に向けた共同の取り組みが求められています。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。